今回の深掘り旅は、滋賀県彦根市にある彦根城です。彦ニャンが有名な彦根市は、城下町でもあります。そんな彦根市にある彦根城を深掘り解説。解説役は、僕、スクッチです。僕、ヤッチは聞き役。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、滋賀県彦根市にある彦根駅です。彦根駅には、JR 琵琶湖線と、近江鉄道本線が通っています。ここが彦根城の最寄り駅です。滋賀県彦根市があるのは、琵琶湖の東側で、だいたい赤丸のあたりです。彦根市は琵琶湖に面しています。彦根城があるのは、赤丸のところです。彦根駅から歩いていくこともできる距離です。琵琶湖からも近いので、琵琶湖観光とセットで、彦根城の城攻めもできると思います。彦根駅の駅前には、井伊直政公の像があります。井伊直政は、慶長6年、1600年に徳川四天王の一人として、関ヶ原の戦いで功を挙げました。それによって、石田三成の居城だった、沢山城を与えられ、18万石の大名になりました。慶長7年、1602年、井伊直政は41歳で亡くなってしまいます。家督を継いだ息子の井伊直継が、城の移転計画を徳川家康に申し出ました。直継は幼かったので、家老が代行したと言われてるそうです。慶長9年、1604年、彦根城の築城が始まりました。彦根城の築城には、豊臣家と、豊臣家の運行を受けていた西国大名を監視するためという理由もあったそうです。彦根城が完成したのは、豊臣家滅亡後の元和8年、1622年頃。完成前に、家督は直継から弟の直隆に譲られてたそうです。直継が病弱だったからという理由だそうですが、実際はそうではなかったという情報もありました。彦根駅の駅前にある、彦根縁起によると、彦根は神話の時代まで遡ることができるそうです。天照大神の巫女が、彦根で国づくりをしたという伝承があるとのことです。国づくりをしたのが、天津彦根の巫女と、生津彦根の巫女だそうです。この二柱の神様のうち、生津彦根の巫女が彦根山に祀られたことが、彦根の地名の由来とされています。彦根市のサイトでは、天津彦根の巫女と生津彦根の巫女となっています。調べたところ、古事記では彦根の巫女、日本書紀では彦根の巫女となってるようです。ちなみに、その二柱の神様には、他に三柱の兄弟がいます。古事記の表記だと、雨の牛穂耳の巫女、雨の穂日の巫女、熊のくすびの巫女です。雨の牛穂耳の巫女の子供が、地上に降り立ったニニギの巫女です。この系譜が神武天皇につながります。そして、これが彦ニャンのマンホールの蓋です。彦ニャンは、井伊直隆にゆかりのある、一匹の白猫がモデルだそうです。Google マップによると、彦根駅から彦根城まで、徒歩で約16分の距離。距離的には歩けますが、この日の最高気温は35度の予報。途中で機能停止の恐れがあるので、バスで行くことにします。彦根城に行くバスは、1番乗り場から出ます。令和6年、2024年8月時点で、彦根駅から彦根城までは210円です。バスの本数は多くないので、真夏に彦根城に行くなら注意が必要です。歩くつもりでいたからバスの確認はしてなかったけど、10分後にバスが出るみたいで、運が良かった。暑いけど、ここで待ちましょう。ぼーっとしてたらバスが来たので、慌てながらバスの外観を撮影しました。バスに乗ってから発車まで時間があったから、もう少しゆっくり撮影できたよね。そうですね。残念でしたが、早く涼しいところに入れたので、それはそれで良かったかもしれません。このバスは、彦根駅から彦根駅への循環バスで、彦根城を半時計回りにぐるっと回っています。遠回りすることになりますが、歩いたら暑さで機能停止しそうなので、仕方ありません。今通ってるこの道は、駅前お城通りだそうです。この交差点の正面には、滋賀県護国神社があります。滋賀県護国神社の創始は、明治9年、1876年、明治時代の戊辰戦争から、第二次世界大戦までの戦役、国事、国難に準じた滋賀県出身の英霊を祀ってるそうです。滋賀県護国神社を右手に進むと、彦根城があります。でも、このバスは右に曲がります。街路樹が松なので、城下町という雰囲気を味わうことができます。
彦根城を反時計回りにぐるっと回るので、彦根城は左側にあります。バスのルートがわからなかったので右側に座りましたが、左側に座った方がいいと思います。ということで、バスが停車した時に、左側に移動しました。今見えてるのが、彦根城の堀だと思います。その堀に沿うように、バスは左に曲がります。堀に沿って植えてあるのは桜だと思うので、春のお花見シーズンに来ると楽しめそうです。その奥に、彦根城が見え隠れしています。そして、バスは右に曲がって、堀から離れます。この辺で、本当に彦根城に行くか心配になります。見えてきたのは、彦根総合スポーツ公園にある、平和堂ハトスタジアムです。令和7年、2025年に滋賀県で開催される、第79回国民スポーツ大会に合わせて整備されたそうです。国民スポーツ大会、国スポは、令和5年、2023年までは国民体育大会、国体でした。滋賀県内には、日本陸上競技連盟の、第一種公認陸上競技場に該当する施設がありませんでした。そのため、平和堂ハトスタジアムが整備されたということのようです。国民スポーツ大会に合わせて、道路も整備してるんだと思います。彦根城バス停に到着しました。バスの本数が少ないので、帰りが心配です。少し離れたところのバス停であれば、他のバスも通ってるようです。郵便ポストの上に彦根城？これはちょっとした見どころだね。郵便局が自主的に設置したのか、彦根市から要望があったのか。そのポストの前にある横断歩道を渡って、彦根城に向かいます。彦根城は、琵琶湖八景になってるようです。海津大崎の岩礁、お松崎の白庭、比叡の樹林、瀬田、石山の清流、静ヶ岳の大観、竹生島の鎮営、彦根の古城、安土八幡の水郷。これらが琵琶湖八景だそうです。昭和25年、1950年に、琵琶湖とその周辺が、琵琶湖国定公園に指定されたことを契機に、選定したとのことです。今いるのは赤丸のところです。堀に架かる橋を渡っています。この橋で渡ってるのが、内堀です。この橋にはしっかりと擬星があります。鴨川納涼床の動画でも触れた擬星だね。昭和26年、1951年に、彦根城の天守閣、天秤櫓、太鼓門櫓、沢口多門櫓が重要文化財に指定されました。昭和27年、1952年に、天守閣が国宝になりました。昭和31年、1956年には、彦根城一帯が特別史跡になり、昭和38年、1963年に、馬屋が重要文化財に指定されています。現在、世界遺産登録に向けた活動が行われています。令和5年から6年、2023年から2024年にかけて、ユネスコの事前評価が行われてるそうです。世界遺産登録は、令和9年、2027年を目標にしてるとのことです。世界遺産に登録されると観光客で溢れる可能性があるので、今のうちに彦根城に行っておくのがいいと思います。彦根城には、全国的にも珍しい登り石垣が5カ所あるそうです。登り石垣は、山の斜面を登るように築かれた石垣のこと。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、日本軍が築いた和城で顕著に見られる、城郭遺構だそうです。その登り石垣の一つが、この上にあります。解説の後ろにある石垣の上にある石垣が、登り石垣です。石垣に詳しくないから、言われてもよくわかんないね。いろんな石垣を知ってたら、珍しいってわかるのかな？石垣好きの方がいましたら、登り石垣を見てどう思うかをコメントしてくれると嬉しいです。そんな彦根城ですが、もしかしたら解体されていたかもしれなかったそうです。明治6年、1873年の廃城令によって、多くの城が姿を消しました。時の鐘から時の鐘の動画でも触れた廃城令です。彦根城も、明治11年、1878年に解体されることになっていました。建物の一部が大津に移されて、天守を解体するために足場も組まれました。その時、
彦根城の運命を変える出来事が起こりました。明治時代になり、徳川の世から、天皇の世に変わりました。それを広く知ってもらうために、明治政府は、明治天皇が日本各地を訪れる、明治天皇の巡行を計画。明治11年、1878年10月11日、北陸巡行を終えた明治天皇は、中山道の延昌寺に宿を取りました。そして、明治天皇は、彦根城を保存するように命令を下したそうです。随行していた大隈重信が、彦根城が解体されると聞いて、やめさせてほしいと、明治天皇に進言したと言われてるようです。井伊家ゆかりの者が、彦根城を壊さないように、明治天皇にお願いしたとも言われてるみたいです。どちらにしても、彦根城が解体される直前に、明治天皇によって、それが止められたということのようです。明治天皇の北陸巡行がなかったら、彦根城は残ってなかったかもしれないってことだね。そうですね。こうやって彦根城を見ることができるのも、明治天皇の北陸巡行のおかげですね。ということで、彦根城には入場せず、次の場所に向かいます。国宝の天守まで140段の階段があるらしいので、この暑さでは無理と判断しました。彦根城の内堀を左手に進みます。屋形船乗り場の案内があるのが気になります。調べたところ、屋形船で内堀を遊覧できるみたいです。彦根藩には、大小120艘の船が備えられてたそうです。藩主を好き屋形船を、ほぼ当時の寸尺で復元したものが、この屋形船とのことです。以前はチケット売り場か何かだったと思われる建物を過ぎて、その先にある建物が今向かってる、開国記念館です。昭和35年、1960年に、井伊直弼の没後100年の記念事業で、彦根城の沢口多聞櫓を再現して作られたのが、開国記念館です。昭和59年、1984年に、一部を改装して、彦根市民ギャラリーとして使用されるようになりました。でも、平成14年、2002年に閉館。平成19年、2007年に開催された、国宝、彦根城築城400年祭で、井伊家14代物語会場として使用されました。平成20年、2008年10月1日からは、展示施設となってるそうです。開国記念館は、階段かエレベーターで上がった先にあります。ここはわかりやすいマス型になってるね。敵が攻めてきた時に、上から攻撃できるように作ってあるんだろうね。沢口多聞櫓は重要文化財ですが、それは奥に見える方だけのようです。明和4年、1767年に、城内で発生した火災で類焼。現在の建物は、明和6年から8年、1769年から1771年にかけて、再建されたものとのことです。こちら側は明治初期に解体され、さっき説明した事業で、コンクリート作りで再建されました。開国記念館の展示はなかなか面白いので、時間があれば寄ってみるといいと思います。無料で入館することができます。彦にゃんがいい感じでお出迎え。ご乗員は、ここで購入することができます。開国記念館と沢口多聞櫓があるのは、赤丸のあたりです。彦根駅から徒歩で行くなら、ここを通って彦根城に行くことになります。沢口多聞櫓の増型のところを通ってみます。彦根駅の方から車で来ると、この増型を通るので、現代の馬に乗って城攻めをしてる気分を味わえるかもしれません。多聞櫓は、櫓を形状で分類した時の種類の一つだそうです。櫓は、敵情視察や武器などの収蔵、防備などの役割も兼ね備えた建物のことです。多聞櫓は、石などでできた塁の上に乗せた細長い長屋作りのことを指すそうです。多聞櫓は正しい表記ではなく、多聞櫓が正しいという情報もありました。多聞櫓は、長屋、走り長屋、長屋蔵とも呼ばれていたそうです。多聞は長屋の別名で、たくさんの入り口があったため、多くの門、多門と呼ばれたとのことです。多聞櫓と書かれ始めたのが、江戸時代中期頃。近代になると、多門が長屋であることが忘れられて、多聞櫓という表記が広まったそうです。多聞櫓の始まりは、松永久秀が、永禄3年、1560年に築いた、多聞山城。その城の名前から、多聞櫓と書くようになったという説があるそうです。別の説として、毘沙門天を祀る櫓だったからというのもあるようです。
毘沙門天は、別名、多聞天なので、そこから多聞櫓という表記になったという説みたいです。多聞天は、仏法を守護する四天王のうち、北方を司る神様だそうです。単独で信仰されるときは、毘沙門天と呼ばれるとのこと。毘沙門天といえば、七福神の神様です。現在の七福神は、毘沙門天、恵比寿、寿老神、大黒天、福禄寿、弁財天、布袋です。でも、歴史的には、七福神の神様は一定ではなかったとのことです。ちなみに、現在の七福神の中で、日本の神様は、恵比寿だけだそうです。こちら側の建物が、重要文化財の沢口多聞櫓だと思います。こっちは昭和に再建されたものです。さっき渡った内堀に架かる橋の前を通り過ぎて、彦根城の大手門に向かいます。大手とは、城の表側、正面という意味です。大手門は城の正面の門ということになるので、正門みたいな感じだと思います。堀を右手に歩いていきます。この分かれ道を右に行くと、大手門があります。さっき通り過ぎた橋から大手門までは、徒歩で約6分、約450メートルの距離です。暑いからだと思うけど、すでにそれ以上の距離を歩いてる気分。できるだけ外にいる時間を短くしたいと思っていますが、どうしても歩き回ってしまうのが、旅ロボの悪いところです。多摩モノレール延伸計画の動画でも、真夏の撮影について話してたのにね。さっき、開国記念館の文明の力で納涼してきました。それがなかったら、大手門は諦めてたかもしれません。大手門入り口に到着。彦根城の大手門は南西にあって、軍事的に重要な位置を占めていたそうです。大阪城への抑えから、軍事的に重要とありましたが、豊臣家が攻めてくるなら南からだからという意味でしょうか？調べてもよくわかりませんでしたが、とにかく当時はここが城の正面の門だったということですね。大手門は、1の門と2の門からなるます型門だったそうです。1の門には付け櫓があったとありましたが、付け櫓は天守に付属する櫓のようです。他に大手門の付け櫓に関する情報を見つけられなかったので、どこまで正しい情報なのか、わかりません。大手門橋を渡った先に、大手門橋ちりとり石垣についての解説がありました。調査によって、船着き場のような空間や、彦根山を形成する地山が見つかったようです。地山とは、自然のままの地面や山のことだそうです。大手門は赤丸のところにあります。ここが彦根城の正門でした。大手門もマス型になっていたのがわかります。ここにも、上り石垣と思われる石垣があります。最初に見た上り石垣より、石垣がはっきり見えると思います。さっきの情報によると、大手門には櫓があったとのことです。彦根城の防衛を考えれば、門のところに櫓があって、敵を迎え撃つことができるようになっててもおかしくありません。この先に、門があったと思われる形状の石垣があります。おそらく、橋を渡ったところに1の門があって、ここに2の門があったんだと思います。この先は、有料区域になるようです。彦根城の正門から城攻めしたい場合は、大手門から入城することになります。今回は入城しないので、来た道を戻ることにします。船がやってきました。開国記念館に行くときに案内看板があった、屋形船だと思います。30度を切るような気温だったら、乗ってみたかったね。予約なしで乗れるものなのかわかりませんが、世界遺産になったら、予約も取れなくなるかもしれませんね。
さっきの分かれ道のところに戻ってきました。次に行くのは、夢京橋キャッスルロードです。撮影はしてなかったけど、彦根城に来るときに、バスから見えた古い街並みだね。気になったので行ってみます。右に見えるのは、旧西郷屋敷長屋門です。彦根市の市指定文化財になっています。旧西郷屋敷長屋門は、彦根城下に残ってる最大の長屋門だそうです。正面の外観のほとんどは、当時の形を保っていて、旧武家屋敷の面影を残す貴重な遺構とのこと。西郷家は、遠州、現在の静岡県西部出身で、家老職でした。家老は、大名の家臣の中の最高職。老は年齢のことではなく、主だった家臣のことだそうです。初代は徳川家康に仕えていましたが、天正10年、1582年、家康の命で、井伊直政の付け家老になったとのこと。それから、幕末まで井伊家に仕えたそうです。ここも枡形になってるね。ここは、京橋口門があった場所です。京橋口門は、第2廓の重臣屋敷と、第3廓の本町筋の間にありました。廓は、城内の区画のことで、本丸や二の丸の丸と同じ意味だそうです。この京橋口門は、大手門にも通じる重要な場所にあります。この解説には、門の形式としては最強の枡形で、重厚な構えとなっていましたと書いてあります。防衛上、重要な門ということがわかります。最初に出した彦根市の位置の地図を見るとわかるように、大阪城から豊臣家が攻めてくるなら南からです。京橋口門は赤丸のところです。彦根城の南側にあって、防衛上、重要な場所というのがわかると思います。そんな京橋口門は、現在では危険な道になっています。道を広げるわけにもいかないと思うので、注意して通るしかありません。世界遺産に登録されたら、この道はさらに危険になるかもね。バスも通ってるし。交通事故対策だけを考えるなら、通れる車両をバスとタクシーに限定した方が良さそうですね。30キロ制限のゾーン30だけど、この枡形だけ10キロ制限にしてもいいくらいだね。この橋が、彦根城の堀に架かる京橋です。だから、そこの枡形にあった門が、京橋口門なんだね。多分、そういうことだと思います。そして、橋を渡った先の交差点を渡ると、夢京橋キャッスルロードです。赤い線の通りが、夢京橋キャッスルロードです。夢京橋キャッスルロードは、彦根市本町にあります。城下町が建設された時、町人の居住区の町割は、彦根市本町から割り始められたとのことです。江戸時代に建てられた町屋があり、落ち着いた静かな佇まいや商家に出会える町だったそうです。でも、この町を南北に通るこの道は、築城当時の6メートル幅で、今日の交通事情に対応することができませんでした。そのため、昭和60年度、1985年度から、街路整備を行うことになりました。住民主導で街づくりを進め、江戸期の建物、風情を再現した街並みにすることになりました。平成11年、1999年に、道路の拡幅とともに完成して、市民公募で、名称が夢京橋キャッスルロードに決まったそうです。白壁と黒格子の町屋風に統一された街並みは、江戸時代の城下町をイメージしてるとのことです。建物が当時のものなのか、新しい建材で建てたものなのか、当時の建材を再利用して建て直したものなのかは、不明です。道路は拡幅されていますが、城下町の雰囲気を味わえる通りだと思います。食べ歩きしながら、城下町の雰囲気を味わうのも良さそうです。乗ってきた循環バスだと、長く待つことになりそうでしたが、このバス停から、それよりも早いバスに乗れるようです。Google マップのルート検索に助けられました。バス停名がどちらなのかわかりませんが、ここからバスに乗ればいいようです。という大きなスーパーなんですけど、それの第1号店があるのであります。
乗ったバスは、彦根五条か巡回バスでした。彦根駅に戻ることしか考えていませんでしたが、ガイド付きのバスで、面白い話を聞くことができました。いつもガイドがあるかわかりませんが、一周乗って、彦根の説明を全部聞きたいくらいでした。彦根五条か巡回バスの運行は、基本的に土日祝日と、行楽シーズンとなっているようです。このバスに乗りたい場合は、運行スケジュールを確認してください。ちなみに、彦根城に行く途中、カインズモール彦根で途中下車して、琵琶湖にも行ってきました。歩いて彦根港も行きましたが、思ったより遠くて後悔しました。途中で機能停止しなくてよかったよね。危険でしたね。ということで、彦根駅に戻ってきました。これが乗ってきたバスです。ラッピングバスなので、すぐにわかると思います。これで、今回の深掘り旅、彦根城は終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。